はい、皆さんこんにちは。車の第一線、かっかシロピーです。今回はラブ4をちょっと洗車していこうと思います。内装は1週間か2週間前ぐらいにやったんですが、途中で輪廻のダブルコーティングとかの検証をしてたっていう言い訳になっちゃいますね。すいません。はい、遅れてしまったんですが、ちょっと今からラブ4外装編ということでね、ちょっと洗車していきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。ラブ4ですね。紺色です。現状こんな感じ。結構汚れていたり、ちょっと洗車傷みたいなのも目立ちますね。で砂ぼこりとかもすごいですね。こういうところちょっと傷みたいのがついてたりするので、この辺も磨きではなくちょっと手作業でできるんだったら、この辺もちょっと綺麗にしてあげたいな。側面こんな感じですよ。かなり汚れてますね。この辺とかすごいね。どこ通ったんだ。結構ガシガシ。あと SUV だからこの辺の中ですね、こういったところもちょっと綺麗にしてあげれば見栄えも良くなるのかな。とにかく砂がちょっとすごいので、この辺を気にしつつ、やっぱ SUV なのでこういうミ塗装樹脂の部分、フェンダーとかバンパーとかこういうところを綺麗にするだけも結構変わってくるので、この辺をちょっと意識しながら綺麗にしていこうかなと思います。はい、そしたら足回りの方を洗っていこうと思います。まずはこのタイヤハウス内洗っていこうかな。見えにくいんだけどね、やっぱこういう中がすごい汚れるので洗っていきます。シュイ。これね結構おすすめですよ。 IK のホームプロ2もう僕持ってるんですが、これマジックリンのスプレーボトル、これ単品でも売ってるんですよ、ネットとかで。これにソナックスのカーシャンプーを今入れている状態ですね。でこう吹きかけていく。こう細かいところにねやっぱ吹きかけたいじゃないですか。ってなった時に地下スプレーもすごい便利なんですが、ちょっと高いなっていう場合はこういうのもおすすめ。あとはこういうトイレブラシとかで洗ってってもいいし、やりにくかったらこういう100均のブラシなんですがこれでもいいし、いろいろ方法はありますね。あとはこれオートブライトダイレクトの室内用のやつなんですが、僕これちょっと何個かあるので外装用に使ってるやつ、こういうのでも手が届きにくいスペースがない場所でもこういうのだと洗えてくるのですごいいいですよ。洗い終わったので流していきます。ざっくりこんな感じですね。じゃあ続いてタイヤいきます。別にケルヒャーじゃなくても OK ですよ。ケルヒャーの方が楽だけどね。これ今使ってるのが高木のホースノズルの結構安いやつなんですが、これパターン結構あって、ジェットはちょっと弱いんですが、このねアイヤのこれ威力があって、ちょっと細めのパターン僕結構足回りに使えるなと思って使ってます。でこのトヨタの純正のこのホイール、これ結構隙間があるので、G オンのブラシとかでも洗えちゃったりしますね。フロントはちょっと洗いにくいね。リアの方が洗いやすかったけど、こういうイージーディティールブラシ僕結構勧めてますが、これが絶対っていうわけではなく、その自分の車に合ったツール選びっていうのが結構重要になってきますね。なんか汚れを落としてくれる洗剤とかって結構いっぱいあるんですよ、世の中。それより僕結構重要なのがツールだと思ってて、結局この手が届かないとか、そうなってくると洗いたくても洗えないとかあるので、あとこういうグローブ、こういうのをホイール用に持っておくだけでも全然違いますね。で洗いやすいのはねこういう表面なんですが、汚れが結局溜まるところっていうのは細かい段差だったり隙間の部分なので、そういうところを重視してやってあげる。こういったところにちょっと沿って洗ってあげるだけで全然汚れの落ち具合っていうのが洗い流した後違います。これ1回でね無理くり落とさなくてもいいですよ。もちろんその1回で全部きれいになるのがいいんですが、洗った時にまだ残ってる部分があればまた追加で洗ってあげればいいし、例えばこのナットのとこなんかやってないですね。汚れてます。こういうところは後からでもこうやってあげる。あと塗装とかもそうなんですが、できるだけ見る、いろんな角度からね、これ結構重要。洗車あるあるかな。
綺麗に洗ったつもりでも動かしたらあれちょっと洗えてない部分が反対側にありましたとかね、そういうこともあるので気をつけてください。こういうところですよね。上から見た時に汚れがあるじゃん。僕も結構やりがちなんですが、正面からしか見ないっていうのは結構ね、汚れをね見落としがち。下から見る、上から見るってやると思わぬ汚れに気づくことがありますといった感じですね。でまあ締まり用のタオルとかがあればそれを使って拭いてあげると。でまあタイヤクリーナー使う人はタイヤクリーナー使ってもらっていいし、タイヤクリーナーに抵抗がある人は使わなくていいし、何を使うかは人それぞれで、洗車はねもうできるだけ水を乾かさない、水滴が残ってる場所は取ってあげる。これがまあ洗車で車を汚さないコツかな。よいしょ、綺麗になりましたと。後でタイヤワックスとかはやっていきます。一旦休憩です、タイヤの方は。よいしょ。はい、そしたらホイールの方洗い終わったので、下回りですね、洗っていきます。この辺がね一番やっぱ泥みたいなのが多いので、ここからいきます。でまあボディはまだあんま手をつけずに、一旦この樹脂部分、ラブ4なんか特にこの下回りがこの樹脂になっているので、まあ、結構やりやすいですよね。まあ、この下からいきますか。こういった汚れとかを先に高圧洗浄機だったり、あとホースだったらジェット、一番威力強いやつ落としていきます。でこの車はドアを開けるとこの部分もミ塗装樹脂になっているので、ここもついでにやっていきます。結構忘れがちなのが、この開けたこの側面っていうのかな、こういうところ忘れがちなので、こういうところも汚れていたらきれいにしてあげます。そしたら下回り用のシャンプーとヌートンを使って下回りを洗っていきます。で結構ね水多めですね、僕は下回りやるときは。でこれ最初に高圧洗浄機である程度流しておかないと、グローブがすごい泥だらけになっちゃうので注意してください。もうほんと下側をざっくり攻めていきます。結構上までがっつりやるんではなく、ボディにかかんないぐらい、この辺までの範囲をやっています。はい、そしたら下回り洗い終わったのでボディ面を洗っていきます。久々にマジホーム使いますかな。こういったちょっとボディに干渉しないような細かい部分だけちょっとハケでチャチャっとねやっていきます。洗い流します。洗車日和で何より。次はまあ普通に洗っていきます。はい、そしたら一通り拭き上げまで終わりました。で洗車していろいろなんか気づく傷とかを今からちょっと直したり、窓ガラスがかなりね、水はじきもなかったので窓ガラスやるのと、あとはボディのコーティング最後仕上げるっていう感じになってくるのかな。洗車ってさ1時間2時間ってさあっという間じゃない？気づいたらうわこんな時間経ってるわってすげえ思いました。で拭き上げの注意点としてはその全体的にバッと拭き上げますが、こういう細かいところですね、こういうところドアの内側とかそういうところが一番忘れがちっていうか、見えるところっていうのは誰でももう簡単に拭くことはできるので、中級編ではないですが、洗車に慣れてきたら、こういうふうに一旦開けて水滴が残っているようだったら拭き取るっていう作業をやるだけでかなり変わってくると思います。じゃないとねずっとね蓄積されていくんですよ、汚れが。拭かないところに水だったり汚れが蓄積されて乾いて、どんどん固着していくので、できるだけね開けられる場所をもう開けて拭き上げの方を行ってくださいと。とりあえず終わりました、拭き上げの方は。なので窓ガラスいっちゃいますかな。そしたらちょっと1枚代表でいきますか。ちょっと窓ガラスを開けて、この上の部分がどうしても洗いきれてなかったりするので、この汚れだったり軽く取ってあげます。これは各箇所ですね、1枚だけじゃなく全てやってあげてください。
でこれはまあ過去に結構やっているので説明はあんまいらないと思うんですが、僕はこうまあ水を使いますね。で水を使うんだったらさっきやればよかったじゃんって思う人もいると思いますが、洗車と一緒にやっちゃうとどうしてもそのボディが濡れたところをおろそかにして、そこの水が乾いて水垢になっちゃうみたいなことが結構あるので、僕はね結構別々にやっちゃいます。で最初はこの上の部分ですね。この部分はあんまね水つかないので、鱗っていうのは結構比較的少ない気がする。で僕は一旦今開けたところをバーッとこの上だけ基本的にはやってっちゃいます。けど今ちょっと1枚代表でやっているので、ちょっと他のところは一旦置いといて、今こんな感じですね。ちょっとこの辺が甘いなっていうのが分かると思います。でタオルを何枚も用意して拭き上げていってください。そうすることでバーッと濡らさなくても油膜を除去することができます。で上の方の施工が終わったら一旦窓を閉めます。で閉めたら次は下側ですね。この時にちょっとしくじったなって思うのが、この辺までしかやってないんですよ。もうちょい下までやっとけばこうギリギリにならずに済むので、上の方だけやるとき結構下までやっちゃってもいいと思います。この弾きがねなくなるまでこすっていきます。でガラス面は適度に濡らしてあげてください。こういった感じですね。でこれはもう強くこうゴシゴシこするんではなく、もうほんとこう撫でていくような感じ、軽く押さえて撫でる感じ、それだけで取れていくので、ゴシゴシやると、傷が入るリスクも高まりますし、その体力面のところも疲れちゃうので、ね、そこら辺は加減をしながらやってください。で終わったら服濡れたタオルでね、この白っぽいのが結構残りやすかったりするのでしっかり拭いてあげる。で気になる方は洗車してあげた方がいいですね。ざっくりこんな感じですね。で乾いてからコーティング剤みたいなのを施工していくんですが、下の方がやっぱ甘いね。この辺が乾いてくると分かるんですよみたいな感じです。繰り返し行ってください。僕はちょっと甘いところと引き続き4面やっていきます。はい、そしたら窓の方は一通り油膜除去と終わりました。で洗車しててちょっと気になったのが、ここのちょっとした傷ですね。これちょっと気になったので、落とせるようだったら落としたいなということで G オンのコンパウンドを使ってちょっと磨いていきます。この辺ですね。でこれピンポイントにねこうゴシゴシやるんじゃなく、ある程度ちょっと全体的にやってあげた方がいいと思います。これで軽くやって落ちないようだったら他の手を考えるとかにした方がいいですね。ある程度コンパウンド使い切ったら拭きます。どうでしょう。消えたね。よしよし。はい、そしたら一通り終わったのでボディのコーティング作業に移行します。でこのね僕もいろんなコーティング剤持ってるので、何使おうかな、ワックスにしようかなとかいろいろ思うんですよね。もう選んでる時結構楽しいです。で今回何使うかと言いますと CC ウォーターゴールドプレミアにしようかなと思います。特に理由としては、色が濃い車なのでツヤ的なところを意識して、この間ダンシングウォーター使ったしなとかそういうのもねありますね。今回は CC ウォーターゴールドプレミアにしようかなみたいな、専用のクロスを使って拭き上げていきます。ちょっと塗布量が多かったかな、いつものことなんだけど。今日はすごい洗車日和ですよ。トゥルントゥルンになっていきます。はい、そしたらボディのコーティングが終わりました。ちょっとね地面が泡だらけなんですが、いい感じにテッカテカですね。ぬるテカっていうのかな、いい感じです。さあガラス面いきます。ガラス面はリッチにウルトラハイブリッドロップいっちゃおうかな。撥水剤使ったことあるのかなこの人。はい、そしたら翌日ですね。昨日もう暗かったので次の日に撮影しようかなと思ったら雨というね、こういうこともありますよ。雨は降りますもん、仕方ないですよ。いつか雨降るから、洗車しても絶対いつか雨降るから、それが嫌ならもう室内で保管するしかないんですよ。そういうわけにもいかないしね。あとこういう濡れた姿っていうのもねまたいいですよ。これもねその洗車した後の一つの醍醐味っていうか、僕はね今日雨が降ったことよりもこの車が綺麗になったことの方が嬉しいし、あと晴れた日と違ったこの濡れた姿ねまたいいですよね。
ね。この遠目に見た時にね、人それぞれそのコーティング剤とか使うの違うと思うんですが、この水滴がついたこの姿もまた僕はね素敵だなと思っております。とりあえず僕は車を洗車する時に、その砂とか泥っていう汚れを一番入念に取りたいなと僕は思っています。そこに一番ね時間をかけたいっていうか、コーティングをするにしろ何にしろ、タオルで拭き上げるにしろ、その砂っていうのがついてるともう触れないんですよね。で触った後もうわ残ってたっていうことがあって、うわちょっと車大丈夫かなっていうことあるじゃないですか。それを下げたいので、できる限り砂とか泥っていう何か拭いた時に傷になるような汚れ取れるものであれば、もうそれをとにかく除去していくっていうのを結構ね優先的にやってるかなといった感じです。なんか足回りとかはねかなり入念にやってるし、この中とかもねやっぱり後で拭き上げますってなった時にギリギリの部分とか拭いた時にタオルが黒くなってたりすると、うわっってなるじゃない。やっちゃったっていう、それをね避けたいの。だから下回りも中も細かいところ、特にこの表面的なところじゃない見えにくい部分、こういうところをね重点的に僕は結構やっちゃうかなっていう感じ。人それぞれねその洗車のスタイルとかはね違うので、これがどうのこうのっていうわけではないんですが、参考にできる部分があれば参考にしてもらいたいし、その自分のねその洗車スタイルみたいなのをね皆さんにもどんどんねその突き詰めてもらいたいなといった感じです。あと洗車ってやっぱ時間かかりますね。かかるっていうか、気づいたらもうこんな時間みたいな。友達にね1時間ぐらいで洗車ちょっとやってくんないかなって言われたことあるんですよ。断りましたね。1時間じゃ終わんないし、1回やり始めると本当止まんなくなっちゃうんですよ。であとなんか道具とか用意したりするのにも時間かかったりするので1時間じゃ終わんないんですが、その洗車ってその車をきれいにするっていうのもあるんですが、もう時間を忘れられるっていうね、そういった意味でも洗車ってすごいね楽しいものなので、本格的にね洗車をしてない方とかね、まだちょっと興味がないっていう方にもちょっと洗車沼にはハマってもらいたいなと思ってます。本当ね時間があっという間ですよね先輩方。そうだと思います。はい、コメントお待ちしております。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。